皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、クリミア半島にあるロシアの空軍基地が壊滅的な打撃を受けるといった出来事が発生しました。今回の動画においては、ロシア側の発表とウクライナ側の攻撃だとする2つの見方について検証・解説を行っていこうと思います。まず第一に、ロシア側の公式発表は、あくまでもこれは事故に過ぎないとしています。しかし、その影響は非常に大きいもので、クリミア半島が安全地帯だと思っていた人たちが一斉に逃げ出す事態へと発展しています。一方で、これはウクライナ側の攻撃によって引き起こされた空軍基地の壊滅であるとする説も出ており、その場合どのようなことが考えられるかについても解説を行っていきましょう。それではニュースや映像などを見ていきましょう。クリミア半島で大きな爆発、1人死亡、ロシア国防省、ロシア軍基地で保管の航空機用弾薬が爆発、攻撃は受けていない。2014年にロシアが一方的に併合したウクライナ南部のクリミア半島で大きな爆発がありました。ロシア側は攻撃によるものではないとしています。インタファクス通信によりますと、ロシア国防省はクリミア半島にあるロシア軍の基地で航空機用の弾薬が爆発したと明らかにしました。ロシア国防省は攻撃は受けていないと主張。ウクライナ側は爆発への関与を否定しているということです。ということで、ロシア国防省の正式発表として攻撃は受けていないといった話、そしてロシア国内における報道においても、これはあくまでも事故ですよという体で報道が行われています。一方で、これは事故ではないとする報道も出ています。ワシントンポストより、クリミア飛行場の爆発は、ウクライナの特殊部隊の仕業だったと当局者は言う。ウクライナ政府高官は、ワシントンポストに、占拠されたクリミアのロシア空軍基地への攻撃は、ウクライナの特殊部隊の仕業であると語った。この攻撃は、ほぼ6ヶ月の戦争における劇的なエスカレーションを示しており、これまで信じられていたよりも、ウクライナ軍がロシア戦線のさらに後方を攻撃できることを示しています。少なくとも3回の爆発がロシア軍の空軍基地を揺るがした。ロシア人が非常に安全であると推定した沿岸地域にあるため、近くのリゾートで驚いた海水浴客が身を隠すために逃げ出している様子がビデオに映っている。クリミア半島は2014年にロシアに併合され、ロシア人に人気の休暇先となっている。ウクライナ空軍は声明の中で、基地で9機のロシア軍用機が破壊されたと述べた。公式には、ウクライナ政府は、ウクライナ人が攻撃に関与したことを確認または否定することを拒否しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、クリミアに焦点を当て、領土を取り戻すことを約束した。クリミアは、ウクライナのものであり、私たちは決して諦めませんと彼は言いましたが、空軍基地や攻撃については言及しませんでした。ウクライナの特殊作戦部隊は、ロシア軍の占領地域で地元住民と協力して攻撃を実行するキャンペーンに従事していることが知られています。アメリカ政府高官は、この問題がデリケートな問題であることを理由に匿名を条件に語ったが、ワシントンポストに対し、アメリカの武器は攻撃に使用されなかったとだけ語った。大爆発が目撃された今回のロシア軍の空軍基地の位置というのは、クリミア半島の中ほどにあって、現在のウクライナ南部戦線の場所から考えると、おおよそ前線から200キロ以上離れた位置にあります。記事にもあったように、クリミア半島は以前から多くのリゾート地がある場所であり、今回の空軍基地の大爆発においても、多くの観光客が写真や動画を撮影し、インターネット上に公開しています。ですから、ロシアの人々に至っては、安全だと思われていたクリミア半島が非常に危険だと強く印象づける出来事となりました。そのため、観光客で賑わっていたクリミア半島から一斉に逃げ出す人々が車の大渋滞を引き起こしています。彼らが懸念しているのは、実際に戦場になることもそうですが、もしもクリミア大橋がウクライナ軍に攻撃されて使えなくなった場合においては、クリミア半島に閉じ込められてしまうという恐怖心が彼らをロシア本国へ帰らねばと思わせたのです。では実際どれほどの被害が出たのか、それは衛星写真で民間人でも把握することができます。大爆発が発生する前の状態はこちらの写真です。滑走路の横と、そして駐機場に軍用機が並んでおり、それらを黄色い枠で囲んでいます。これが大爆発後どうなったかについても、やはり衛星写真があります。何機かについては爆発に巻き込まれなかったのか、機体がそのままの形で残っています。しかし、多くの軍用機がもはや残骸になっていることがわかります。
インターネットでは機影をもとにして、どの機体がどの機種なのかといったことを特定するといった動きもあって、完全に損壊したとみられる軍用機は11機から14機、そして無事だったと思われる機体についていても、周辺でこれだけの被害が起こっていることから、それなりの損傷を受けているのではないかと言われています。ですから被害総額としては数百億円に上ると見られます。この被害総額についてはかなりの概算です。例えば、この中に映っているスフォーイ 30SM というのは、だいたい1機50億円程度するだろうと言われています。その他の機体は少し古い年代のものがあるので、値段は安いでしょうが、しかし、軍用機というものは総じて値段が高いものですから、これだけの機体が失われるということは、それだけ被害額も跳ね上がることとなります。衛星写真の情報に基づいて言えば、この空軍基地はもはや壊滅的な打撃を受けたと断言しても構わないでしょう。少なくとも数時間のうちに2桁に上る軍用機がもはや使い物にならなくなったということで、飛行場としては使えても、その飛行場を使う軍用機が全くなくなってしまったというわけです。もちろん何機かは残っているものの、これらの機体に全く何の傷もないといったことは考えられないことから、この空軍基地の戦闘能力はもはや喪失したと言えるでしょう。そしてこの件に関してロシア国防省は、これはあくまでもロシア軍の側のミスによって発生した事故だというふうに話しています。これが正式発表です。しかし、それにしてはあまりにも不可解だと言わざるを得ません。なぜならば、弾薬庫で何か爆発したのであれば、弾薬庫周辺にその被害が集中するはずです。なぜ滑走路横に止めていた機体までも、ほとんど全部が残骸と化していたのでしょう。これはかなりおかしなことだと思います。そして、この衛星写真などから大きな爆発があったと見られる箇所は3箇所あって、その3箇所はいずれも弾薬庫と一致するわけではないということも押さえておかなければなりません。どこからか攻撃を受けたことによって爆発が起き、それに伴って弾薬庫が誘爆するといったことは言えるわけですが、少なくとも弾薬庫が最初の発火点だとはどうしても思えないわけです。というわけでロシア国防省の発表は、自分たちのせいだと、なぜかロシア軍の兵士がいかにずさんな弾薬管理をしているかとわざわざ自分たちが言うよくわからないことになっているわけですが、そうした発表はあまり信憑性がないよと突っ込んでいるのが、今回ご紹介した2つ目の説、ウクライナ軍の特殊部隊が潜入攻撃をした結果だというものです。確かにクリミア半島にはウクライナ軍に味方する住民も当然いるでしょう。特殊部隊が現地住民と共に空軍基地を襲撃したという説も十分あり得る話です。しかし、この場合だと少し空軍基地を襲うにしては大部隊の攻撃が必要だと考えられることから、果たしてウクライナ軍の部隊が襲ったのかといったところについては少しクエスチョンマークが残ります。というわけで浮上する第3の説というのが、ウクライナ軍が遠距離攻撃をこの空軍基地に行ったというものです。しかし、この説には当然のように問題点があります。現在、ウクライナ軍の南部戦線から見れば、はるか遠く200キロ先に攻撃する能力は今のところないはずだというのが一般的な考え方です。なぜならば、ウクライナ軍にはこうした遠距離攻撃をする手段というのが乏しく、現在主力となっているハイマースや MLRS といった多連装ロケットシステムに搭載するロケット弾の性能というのは、おおよそ射程距離が80キロ程度に過ぎません。ですから、200キロ先の空軍基地を襲うには、あまりにも話の辻褄が合いません。ですから、そこに一つ仮説を入れ込む必要があります。それは、ないのであれば、持ったのではないかという説です。これは一体どういうことかといえば、ハイマースにしても MLRS にしても、どちらにしてもそうなのですが、あくまでもそれは発射するための土台であって、どんな弾を乗せるかによって射程距離は変わってきます。かねてからウクライナ政府は射程300キロの弾をアメリカに求めていました。ですから今回も極秘裏にそうした射程距離300キロの弾をウクライナ側に供与したのではないかという仮説が成り立つわけです。そしてこの話には少し信憑性があります。なぜならば、一つ前の動画において解説を行ったのですが、アメリカはウクライナに対して対レーダーミサイルを極秘裏に供与を行っていました。アメリカはウクライナに対する武器支援を行うときには、こんなものを渡しますよとわざわざリストを公表していました。にもかかわらず、そのリストにないものをウクライナに供与していたわけです。ですから直近の武器支援リストに載っていなかった射程距離300キロのロケットについてもウクライナに渡していたとしてもおかしくないよねという話になるわけです。
しかし、この説には少し否定的な声もあります。なぜならば、バイデン大統領自身が射程300キロの弾については、もしもロシア本国に向けて撃った場合において、かなりの距離到達することから、ロシア側の反発を恐れて、ウクライナに供与しないのではないかと以前からずっと言われているからです。ここに来て心変わりして供与に切り替わったというのであればそれは良いのですが、これまでの流れから言うと少し唐突な感があります。ですから今回ウクライナ軍による前線から200キロ先のロシア空軍基地を襲ったことに関しては、米国製の兵器ではない可能性というのも出てきます。そこでご紹介したいのが、ウクライナ軍自身が開発を進めている地対地ミサイルです。ウクライナは大型ミサイルというものをいくつか持っています。例えば、対空ミサイルであれば S300、対艦ミサイルであればネプチューンがあります。そして対地ミサイルについても近代化を果たした現代に見合った性能のものを開発を進めていきました。ですから、開発を進めていたものですからまだ正式名称ではありませんが、いくつか名前のある候補の中ではグロム2と名前が付けているものとしましょう。この開発中のグロム2はすでに搭載する車両については2018年ウクライナ軍の軍事パレードで登場して開発が順調に進んでいることがアピールされました。この地対地ロケットの想定射程距離は最大で280キロです。アメリカに供与を求めている地対地ミサイルの射程距離300キロに迫るものであり、ウクライナ軍としては供与されないんだったら自前のものを開発を進めて実戦投入を急ごうと考えていたとしても何ら不思議はありません。そしてウクライナ軍自身が長射程距離のミサイルの完成にこぎつけたのではないかと考えられる例というのがもう一つあります。空軍基地の大爆発があったその後においては、前線から160キロ離れたクリミア半島とヘルソン州の境のあたりの橋を狙った攻撃といったものがありました。これについてももしかしたらウクライナ軍の特殊部隊が潜入して爆破攻撃を行ったのかもしれませんが、そう簡単にウクライナ軍の特殊部隊だからといってどこでも攻撃できるわけではないでしょうから、もしかしたら遠距離攻撃を行うことによって橋を攻撃したという可能性も十分あるわけです。必要に迫られて軍事兵器の開発が進むということは決しておかしなことではありません。平和な時であれば、お金がないのであれば、少し開発を止めようということも当然起こり得るわけですが、実際に戦闘が起こっていて、こんな兵器が必要だと求められ、それに応えられる兵器が開発中というのであれば、ここに人と資金を集中して、なんとか現場で使えるレベルまで持ってこようとする考え方というのは、全く不思議な考え方ではありません。ですから、今回の話というのは、ロシア国防省の言う通りであれば、被害総額数百億円規模のロシア軍兵士による自爆によって空軍基地が壊滅したといった話で、実際は終わるかもしれませんし、それ以外の説として浮かび上がっているウクライナ軍の特殊部隊がクリミア半島のどこででも攻撃できるぐらいにパルチザンの組織立てというものが進んでいるかもしれない。そして第3の説としては、そもそもアメリカが長射程のミサイルを提供してくれないから、ウクライナ軍自身が開発を進めて必要な地対地ミサイルをもう作ったかもしれないという可能性です。今回の話というのはそのようにして情報が錯綜する中において、もしかしたら今後ウクライナ軍自身がより強化された形で戦場で暴れ回るそのような伏線になるかもしれないお話でした。クリミア半島がもはや安全ではないと考えて逃げ出すロシア人の人たちが映像として残っていますが、これと同じようにロシア軍の兵士たちももうここは安全ではないと考えてさっさと戦争をやめてロシア本国へと帰ってもらいたいものです。そうすれば戦争はさっさと終わるわけですから。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。